はいどうもストックロックです。今日はですねドーバーさんからこちらの P4360G このレーザー墨出し機を紹介させていただきます。以前ドーバーさんはこの H3 の 360G こちらのレーザー墨出し機をね紹介させていただいたんですが、この時ねドボーさんって紹介してたんですよ。読み方分かんなかったんで、今 Amazon のサイトを見るとカッコ書きでカタカナでドーバーってなってるんですよね。なので今回からドーバーさんということで紹介させていただきます。新しい新モデルということなんで、一体どこが変わったのか、そのあたりを含めてね詳しく紹介していければなと思います。では早速開封していきたいと思います。いやこれどう考えてもさドボーだよね。ドーバーなんだって。そのカタカナの日本語訳も合ってるかは知らんけどね。よいしょ。はい来ました。ドーバーだそうです。で今回もこんな感じでもうめっちゃがっちりしたねハードケースに入ってます。でこれねかなり大きいですね。ハードケース自体サイズ感でいうと横が40センチぐらいですかね。縦が32センチぐらい、厚みは14センチ5センチぐらい、それぐらいあります。なんか怪しいものが入ってそうな箱ですよね。何これ開けれないんだけど。こうか。なるほどね。早速ポイントなんですけど、これね引っ張っても開かないです。これなんかレバーみたいになってて、これを引っ張って開けるみたいな感じになってます。こうですね。はいなんかこだわってますね。よいしょ。はい来ましたね。ということでまたねかなりのクッション素材に包まれてますよ。上はもう卵を乗せられそうなボコボコした素材のスポンジですね。下側、実際に機器類が収められている場所なんですけど、ここもかなりのスポンジの厚みがあってくり抜かれていて、それぞれ収まっている、そんな感じのケースになります。これだったらね安心して持ち運びも大丈夫でしょう。じゃあ早速ね1個ずつ見ていきます。まずこちらが今回の新モデルですね。P4 の 360G っていうレーザー墨出し機になります。これね P4 ってなってるのはもうすでに秘密があってですね、今までこのレーザーが出る箇所って3箇所だったんですよ。上の水平ラインとあと縦ラインが2つね。今回からこの下この最下部にね水平ラインが1箇所追加されまして、合計で1234はい4箇所ですね。4箇所出るようになりました。なので P4 なんですね。これがね主な進化ポイントかなと思ってるんですけど、それプラス今回はリモコンがついてます。前ね紹介した時リモコンないのは惜しいねって言ってたんですけど、すぐ修正してきましたね。でプラスバッテリーパックが2つ付属されております。うわすっげえまたゴテゴテしたでっけえブラケットですね。どう使うんだこれ。なるほどね。なんかいろいろ分かりました。はいここでね挟めるみたいですね。板とかに挟むような感じの機構になってます。で分厚いものに挟む時はこの取っ手の位置を変えることができるので、こんな感じでかなり分厚いものでも挟むことができそうです。マックス3センチぐらいかな。3センチぐらいのものであれば挟むことが可能です。これ 2x4 挟めたらよかったのにね。でまた最初から文句を言ってみるっていうね。でプラスこっちの墨出し機を乗せる台座の方はこう回転させることによって上下すると、これだったら使いやすいと思います。でおそらくこれ自体の高さも変えられるんでしょう。はいこれ自由に動かせます。いきなり取っていく。これ取り外すと後ろがマグネットになっている、そんな感じのブラケットです。でもちろんねビスなんかでも引っ掛けられるようなネジ穴もついております。ここマグネットでくっついてるような感じなんですね。はいこんな感じでズリズリズリって高さを動かしましたけど、これ普通にバコって外せば取れるんだ。なるほどなるほど。これはいいかもしれない。かなりがっちりしたブラケットですね。はいでプラスこのなんか反射板、僕あんま使ったことないですけど、明るいところだとねこの板を使うことによってレーザーが見やすくなります。あと充電器 5V2A の USB 充電器、これが1個。あと USB ケーブル、もう私はねタイプ C 大好き人間なんで、もうタイプ C じゃないとうわーって思っちゃうんですけど、無事にタイプ C の USB ケーブルでした。あと保護メガネ、レーザーをね直視すると目に悪いんで、一応このねメガネを使って使うといいです。私は使ったことがありません。あとはなんだこれ、充電器だ。バッテリーの充電器、ちゃんとカチャッとさせるような充電器が1個付属しております。なんかアルミの台がついてますね。これ高さ変えれるのかな、きっと。ニョキ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 ーンとこんな感じで高さが変えられるアルミ製の台。どんなシーンで使うのかちょっと想像がつかないんですけど、
多分こんな感じでしょうね。はい、乗せておいて、ジャストフィットはしますね。なるほど、悪くないかも。それと墨田式を固定するためのネジですね。プラス説明書、日本語って書いている通り88ページから日本語で記載されてます。読みやすい日本語の説明書になってますんで、使ったことがない人でもね問題なく使用できるかなと思います。はい、ということでかなりねバラバラバラーっと置いちゃいましたけど、入っているものは以上になります。で、本体改めて見るとこんな外観になってます。多分ここは振り子のロックでしょうね。いつも通りの使い方だと思うんですけれども、バッテリーの差し込み口はここですね。底面で、ネジがこのレーザーの上にあるんですね。新たに追加された底面の水平レーザー、これの上にカメラ用のネジが差し込めるような感じになっております。で、操作パネルを見ていきます。で、操作パネルはね以前とそこまで変わんないかなっていう印象です。で、ボタンが3つありますよね。はい、プラスここになんかバッテリー残量の表示があるっていう感じですね。本体の側面にここに USB Type-C の差し込み口があるんですよね。 USB Type-C を挿すことによって無限に起動できるパターンのやつなんじゃないかな。この状態で動くかどうかいきます。ポン。動きますね。どうせ室内で使うんでね電源取れるパターンが多いんで USB ケーブル本体に挿して使えるようにしてくれればいいのにって言ったことがあるんですけど、まさにこいつはねその状態になってますね。とりあえずバッテリー充電しといた方がいいかなと思うんですけど、このままね説明しちゃいたいなと思います。今電源オンにしたのはこの操作パネルのこの一番上のボタンですね。ここを長押しすることで電源がオンになりました。で、もう一回押すとオフになるのかな。ならねえや。もう一回押すとね、ここパルスモードですね。これすげえ見づらいね。ごめんね。電源ボタンの上ちょっと光ってんの分かりますかね。もう一回押すと消えますよね。受光器がある場合はこのパルスモードをオンにすることによって日中のかなり明るい時でも受光できる、そんなモードになってます。プラスこの H ボタンと V ボタン、多分水平ラインと垂直ラインの切り替えだと思うんですけど、どういう風に動くのかちょっと見てみましょうか。まずじゃあ H ボタン押します。H ボタンを押すことによって水平ラインのみになりましたね。水平ライン1本のみ。もう一回押してみます。うわ、すげえなこれ。水平ライン2本すごいな。ごめんなさいね、この感動全然見えないと思うんですけど、こんな感じでわかるかな。2本線出てるんですよ。これ下の1本と上にもう1本、こんな感じで平行の2本のラインがズバーッと周りに出てる感じですね。これ面白いね結構。そしてこれは便利かもしれん。で、もう一回 H を押します。そしたら全部消えると。で、続いてこの V のライン出ますね。はい、こっちは分かりやすいですね。縦ラインが1本出ました。で、もう一回押します。はい、次は逆側、こっち側ですね。こっち側の垂直ラインが出ました。で、もう一回押します。で、これで両方垂直ラインが出て、で、多分これでオフでしょう。これをね切り替えるっていう感じになりますね。もちろんこれそれぞれ単独で動くと思いますんで、これが全てのラインを出しているような状態ですね。フルで出ている状態になります。一回切ってもう一回オンにするとどうなるんだろう。オンにした時は必ず水平ラインが1本しか出てない状態でオンになるみたいです。さっきのフルラインの状態で記憶されるわけじゃないってことですね。じゃあ次はねこのリモコンで操作してみます。まず今はねこの下に1本しかライン出てないです。で H ボタンを押します。で上のラインに切り替わりました。上の水平ラインですね。でもう一回押すと2本出る。で V の方も押してみます。 V1 回目 V2 回目V3 回目両方出て、これがフルラインの状態です。本体側もリモコン側も長押しの操作はないみたいです。あくまでも何回も押して切り替えていくっていうスタンスになります。で今はこの操作パネルの電源オンボタンを使ってオンにしているので、このようにね持ち上げて回転させてもそのままレーザーが出続けているというか、要は斜めでも線を出せるような状態ですね。これがマニュアルモードになります。マニュアルモードの操作はこっちってことですね。このサイドにある振り子のロック、これをスライドさせます。ピッとスイッチをスライドすることによってオートレベリングのモードになりまして、必ず水平ラインが出ると、そんな状態です。例えばこいつを斜めにすると怒り出しましたよね。ピー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 。これは補正が効かないぐらい斜めになったので、もう修正できないよっていう合図ですね。なのである程度平らなところに置くと自動的に水平のラインっていうのを出してくれるモードになります。ということで基本的な使い方はね以上となります。
でね、まだ皆さんにレーザーあんまり見せてないですけど、やっぱりねドーバーさんめっちゃ明るいです。本当に明るい。この差をねぜひ見ていただきたいんで、次はね他の機種も横に並べた状態でこの P4360G のレーザーの濃さだったり太さっていうのをね比較して見ていきたいなと思います。ということで今回もね4機種横並びで並べてみました。左から順にドーバーさんの P4360G、H3 の 360G で、こっちがラスゴーで、こっちがシグマンですね。フルラインレーザー4機種で今回は比較してみたいなと思います。で今ね水平ラインしか出してないんですけど、ちょっとカメラを動かして、はい、こんな感じでなんかよくわかんねえ線になってます。で上から今回紹介しているドーバーさんの P4 ですか、上から2番目がドーバーさんの H4、 ラスゴーの LG クロスで、一番下がシグマン。そんな感じでこのギリギリのラインにね密集させて並べてます。で今ね肉眼で見るとね、以前紹介したドーバーさんの H3 ですか、この上から2番目の線、これがね一番太く見えます。太いんですけどめちゃくちゃ明るいです。でラスゴーとシグマンはだいたい同じぐらいかなと思うんですけど、一番上の今回紹介しているドーバーさんの P4 ですね、これがね細くてねめちゃくちゃ明るいんですよ。ここで見たらちょっと分かんないかもしれないんですけど、ちょっと1個だけ色違うの分かりますかね。同じグリーンレーザーなんだけど黄緑に近い色っていうか、この背景が白い部分に行くと色が違うように見えて一番明るく見えます。これが光量の差で明るいのか、そもそもなんか色が違うものなのかよくわかんないんですけど、どれが一番積み出しやすいのかっていうことで言えば、やっぱり今回紹介している P4 がちょっと頭一つ抜けてるかなっていう気はします。ドーバーさんの以前の機種でも十分明るいんですけど、今回はプラスね線が細いんですよね。かなり明るくて細くて期待できるいい機種なんじゃないかなと思います。正直ねこの画面越しだとどれだけ伝わるのかなって心配なんですけど、肉眼で見る限りではこの一番上の P4 ですね、これが一番ね細くて明るくて見やすい線、いいレーザーかなと思います。はい、次にね垂直ラインを見てみます。一番左が P4、 こっちが H3、 こっちがラスゴーの LG3D で、こっちがシグマンと。で縦ラインに関してもやっぱりドーバーさんが頭一つ抜けて明るいかなっていう気はしますね。この2つですね。ただ以前の機種やっぱりちょっと線が太いです。で今回の機種の方が線が細いので、これってやったら分かりません？こっちの方が細いですよねこれ。なのでこっちがやっぱり一番いいのかなっていう感じはします。過去に紹介したこの LG3D だったりシグマンさんだったりね、こいつらもねかなりね明るいので、正直 DIY レベルだったらどれも不便はないのかなっていう気はしますが、この4機種でレーザーだけを見て比べた場合は今回の P4 がやっぱり一番見やすいかなっていう気がしますね。最後にね、P4 単独で見ていきます。で単独で見てみると、この水平ラインがね2本出てるのがお分かりになるかなと思います。はい、これがね今回進化したポイントで、水平ラインが1本増えたよと。でこれ何に使えるかというと、このね平行のライン見たい時って結構僕はあるんですけど、皆さんどうですかね。この点から例えばここからこれで20センチぐらいかな、はい、20センチぐらいのところに点を持ってきたいよって言った場合に、こっちも測って20センチ持ってきたらここでもう縦ラインできるんですよね。でこれがね水平ライン1本だけだと20センチの部分ここ持ってきましたよって言った時でも、もう1点ないと垂直の線って引けないんですよ。で2本あることによって結構ね水平ラインって見やすくなるなって感じました。もうちょっと離れててもいいんじゃないのかなって正直思ってたんですけど、これ近い方が使い道はやっぱりあるかなって気はしますね。今ね小屋の周りぐるーっといろんなとこで測った感じでは全部が10センチ7ミリになってますね。10センチ7ミリって何なんだろうな。これちょうどね10センチだったら非常に良かったのになっては思いますけど、これ2本あるだけ全然使い道が増えるのでいいのかなと思います。はい、ということで最後に補足を交えながら総評に移りたいと思います。このバッテリーパック2つついてたと思うんですけど、1つあたりの容量は 2600mAh で、レーザーフルライン4つ全部つけた状態、16本のレーザーですね、4つつけた状態で約8時間持つそうです。で1個のレーザーしか使わない状態、1箇所だけの使用に留めておけば25時間1本で持つそうです。ただこれバッテリーパック2つあるんで2つ合わせれば50時間っていう計算になります。
ただドーバーさんの場合は直接ねこうやって USB ケーブルを挿した状態でこれでねバッテリーパックなしで動かせるので、自分の場合はあまりバッテリーパック重要視はしてないんですけど、もしね外に持ち運ぶ際でも、フルラインで使ったとしても8時間持つので、バッテリーパック2つ充電していけば16時間持ちますよっていうことですね。で充電器なんですけど、こんな感じで置き型でスパンと充電できるような感じになってます。これね実はねバッテリーちょっと面白いことがありまして、他社さんの乗っけで申し訳ないんですけど、このラスゴーの LG3D ですね、こっちで使ってたバッテリーパックあるじゃないですか。これドーバーさんにも使えます。バッテリー形状見たらほとんど一緒なんですよ。ラスゴーさんの方はね、ここにバッテリー本体にバッテリー残量があって、ここに直接 USB Type-C を上に挿してね充電する感じになるんですけど、なのでちょっと見た目は違うんですけど、形とねバッテリー容量、電圧なんかは全く一緒なんで、これ例えばこれ前のドーバーさんですね、ドーバーさんのこのバッテリーを取り外してラスゴーのバッテリーを入れてみます。はい、パチンと。じゃあこれで起動できるかどうか。はいっていう感じで起動できちゃうんですね。これ逆でも言えまして、このドーバーさんのバッテリー外したものをじゃあこのラスゴーの LG3D に入れるとどうなるかっていうと、はいっていう感じでこれも全然起動ができますと。ということでバッテリーはねなんとね共通で使えちゃいます。いいのか悪いのかよく分かんないですけどね、これはね。でやっぱりこのドーバーさんのいいところは、前の機種もそうだったんですけど、この USB Type-C をね接続することで直接起動ができる。やっぱりね自分の場合のメリットって考えるとこれに尽きると思います。これがね本当にすごくいい。で家で使う分には全くこれで問題ないと思います。それとね最初に紹介したケース、ここのレバーの仕組み最初に話したと思うんですけど、中のレバーを押さないとこうやって開けれないってやつね。閉める時このまま押し込むだけで閉まります。中のレバーを引っ張ることで開けれる。で閉まう時はそのままパシンと。これめっちゃ便利ですよね。で最後にねブラケットはねいろいろやってみたんですけど、もちろんねこの裏面ねかなり強力な磁石で、はいこんな感じで、鉄板にもね本当にがっちり固定ができます。もう全然動かないです。で高さ調整も問題ないです。すごくね操作はしやすいんですよ。しやすいんですけど、ちょっと1点ね僕残念だなと思ったのがあって、それはねこいつ、はいこっちですね、この分離する方、これのねちょっとメリットがあまりごめんなさい感じられませんでした。最初見た感じすごくいいなと思ったんですよ。はいこんな感じでくっつけられますしね、ここで、クランプできると。板の厚さもあるんで高さ調整ができるようになってまして、要はこのクランプする位置を変えられるような機構になってるんですけど、実際にいざね挟めてみるとなんかちょっとしっくりこないんですよ。これ今1倍ですね、1倍6に挟めてるんですけど、横から見たらこんな風に斜めになっちゃうんですよね。これどうなのかなと思って、でオートレベリングの範囲もプラスマイナス4度なので、これ4度超えてるよね絶対って思うんですよね。だからこれだったらオートで起動できない角度になっちゃうんじゃないかなって思いました。でこれもう1個狭くすると次ね全くもう入んないんですよ。これ全然ダメです。じゃあ逆にもう1個広くしてこの先端で挟むようにしたらどうなんだろうってやってみたんですけど、これ下から2番目の状態で結構広い状態ですね。次先端の方で挟めて、角度的にはいい感じになりますよね。これ一番ベストだと思うんですけど、動くんですよ。ちょっと弱いっていうか、だからねちょっとこのクランプの部分が残念かなって思いました。なので僕はこの先使うってなったらこれいらないです。これだけで運用することになりそうかなっていうふうに感じてます。かなりスムーズにね動きますし、このクランプするアイデアもすごくいいのに、ちょっとここが残念だったなっていう気がします。なので新型はこのね挟む機構をちょっと汎用性が高いものになればいいのかなと思いますんで、ドーバーさんよろしくお願いします。今回ねかなりパワーアップしてきたってことで、水平ラインも増えましたし、こうやってリモコンもね使えるようになりました。なのでかなりパワーアップした部分は多いです。でしかもこのラインですね、一番大事なレーザーのラインが細くてかなり精度の高いいいものになっているということで、総評的にはねすごくいいです。僕の今持ってるレーザーの中で一番なのは間違いないです。絶対に一番いい。問題なのはねやっぱりね価格なんですよ。 Amazon のねサイトを見てみると、前に紹介したこの H3-360G、 こいつがね3万円ぐらいなんですよね。これもかなり明るくていいもんだったんですけど、やっぱり高いんです。3万円ぐらい。じゃあこの P4 はいくらなんだ、値段を見てみるとこいつね3万5千円ぐらいしました。定価は4万オーバーですね。割引が入って3万5千円。過去に紹介し
した LG クロスだったりシグマンだったり、ああいった機種はね1万ちょっとの価格のものなんで、こいつとねそもそものちょっと土俵が違うのかなっていうふうにも感じてます。他のね本格的な積み出し機ってもっともっと高いものがあるんで、それを考えたらかなりコスパが高いのかもしれませんね。なのでこのドーバーさん自体がね、もう僕はねプロ向けの製品かなって思ってます。もちろん安いものもあるんですけどね、特にこの2つ、この3万円オーバーのものはもうプロでも使えるような製品なのかなって思ってますんで、その中でもこの2つ、5000円の差でどっち選ぶってなったらやっぱり今回のこの新型を選ぶべきでしょう。こっちの方が圧倒的にいいです。リモコン付きで水平ラインも1本増えていると。だからすごくね進化は感じましたね。最後にどんな方におすすめかなんですけれども、やっぱりねプロの方におすすめしたいかなと思います。で DIY で使う方、もちろんねすごくいいものが欲しいってことであればこれおすすめできるんですけど、絶対に言えることがオーバースペックになると思います。本当にねこいついいんですよ本当にいいので、ただ家で DIY レベルで使うってことであればもうちょっと安い製品選んでもいいのかなっていうふうには感じます。一生ものにするぞと、もう最後までこいつを使い切るぞみたいな、本当にどうしてもいいものが欲しいってことであればこれはね強くおすすめします。そしてね2年保証もついてるんで、安心感もあるかなと思います。また概要欄の方に、今回のこちらの製品ともちろん前の製品とね、リンク貼っておきますんで、あと割引クーポンもらえれば合わせて貼っておきますので、気になる方は概要欄の方をチェックしてみてください。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。